ネコネコラボは映像に関する面白い情報や気になることなどを発信しつつ、編集技術の向上とアフィリエイト収益アップを目指すコンテンツです。1回目となる今回紹介するのはアトモス社のウルトラシンクブルーです。この製品の最大の特徴は10メートル以内の近距離通信。Bluetooth を使用して最大6台のカメラやオーディオレコーダーを同時にタイムコードで同期することです。実際に見ていただいた方がわかりやすいので、まずはご覧ください。使用する機器は iPhone アプリのウルトラシンクブルースレート、ニコン、Z8、タスカム、ポータキャプチャー、X6 とアトモス、ウルトラシンクブルーです。iPhone 以外は電源を落としてありますが、これらは事前にウルトラシンクブルーとペアリングをしてあります。Z8 は 4K30p で撮影を行うため、ウルトラシンクブルーのフレームレートは 29.97fps に設定。フリーランモードで動作するようになっています。また、タイムコードを記録できるファイル形式は決まっているので、動画は MOV 形式、音声は WAV 形式を選択してあります。はじめにウルトラシンクブルーの電源を入れ欄を選択し、その後コンファームアバブを選択するとフリーランでタイムコードが走り出します。次に iPhone アプリのウルトラシンクブルースレートを起動。接続するとウルトラシンクブルーと同期し、フレームレートが 29.97fps と表示され、タイムコードも同期されることがわかります。続けて Z8 を起動。しばらくすると TC がウルトラシンクブルーと同じタイムコードに変わります。最後にポータキャプチャー X6 を起動します。自分秒表示をタップするとタイムコード表示に切り替わり、こちらのタイムコードも同期されていることがわかります。その後、ウルトラシンクブルースレートの設定アイコンをタップし、ジャムカレントタイムを選択すると iPhone の時刻を反映することができます。実際にタイムコードが同期できることを確認するために、Z8 の動画ファイルとポータキャプチャー X6 の音声ファイルに録音を行います。今回の実演では音声のみが必要だったので、ボイスボックス、ずんだもん、21から40まで数えてもらいました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。お気づきかもしれませんが、ナレーションもずんだもんが担当しています。タイムコードの同期にはダヴィンチリゾルブを使用します。まずタイムラインに動画と音声を適当に配置します。ビデオ1とオーディオ1が動画ファイル、オーディオ2が音声ファイルです。音声波形が小さいためボリュームを調整、波形を大きくします。続けて、環境音が思っていたよりも気になったのでボイスアイソレーションを使ってノイズを下げます。これらの同期をタイムコードを使用を選択して行います。一瞬で同期することができました。再生をして確認を行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。同期はされましたが、音がわずかにずれていることが分かったでしょうか。
音声の調整はエディットページでは難しいためフェアライトページで行います。拡大すると1フレーム約33ミリセックぐらいずれていたので波形を合わせます。他の箇所の波形を見て大丈夫そうだったので、再度再生をして確認を行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。これで大丈夫になりました。再度エディットページに戻ります。動画と音声の両方とも音声データが存在するので、今度は波形を使用して同期を行います。短いファイルなので処理はすぐに終わりましたが、音声を解析後に同期するため長いファイルほど時間がかかります。また音声が一致しない場合は同期ができません。フェアライトページに移動するとこちらはズレもなく一致していました。今回はタイムコードを使用した同期よりも波形を使用した場合の方がより正確に同期することができましたが、実際には毎回音声で同期を取ることが可能であるとは限りませんし、撮影、録音データが増えるほど手間も増えます。これらはタイムコードを導入することで大幅に負担を減らすことができるのではないでしょうか。いかがでしたか。日本ではウルトラシンクブルーはタイムコードシステムズ社から2018年10月に発売されました。2019年10月にアトモス社がタイムコードシステムズ社を買収したので、現在はアトモス社から発売されています。発売から5年ほど経っていますが、対応している製品が少なかったために画期的な製品でありながら知名度は低く存在を知らない人も多かったのではないでしょうか。ただ、ここ 1、2 年で対応している製品が増えてきたので今後に期待が持てる製品だと思います。また、この製品は Bluetooth だけでなく RF、ラジオフリークエンシーという最大200メートルの無線通信が可能です。RF に対応した製品が複数台あると、より離れた場所からでも同期させることが容易になり撮影の幅が広がると思います。低コストで簡単に複数台のカメラとオーディオレコーダーをタイムコードで同期することが可能な製品ですが、気をつけなければいけないことがあります。それは、無線通信を使用した製品のため、技的マーク、技術基準適合証明が必須となっています。海外から輸入すると日本正規代理店から購入するよりも安く手に入れることが可能ですが、電波法に違反する可能性があるので注意が必要です。終わり。